こんにちは。今日は NCT のマークとユータがなぜこんなに仲が良いのかという観点でお二人の相性を見ていきたいと思います。西洋占星術で二人の相性を見ていきますね。これは鑑定を受けてくださったお客様からのリクエストでもあります。リクエストありがとうございます。皆さんもうすでにご存知のようにユータとマークはとても仲良しですね。2人が仲良くしている場面というのを何回も見たことがありますし、本当に微笑ましくって大好きなんですけれども、皆さんもきっとそうなのではないでしょうか。ではこの2人の相性という点で見てみますと、相性は良いですね。特にですね、2人とも軽いノリというのがそんなに好きじゃないんです。こう誰とでも話すような、誰とでも愛想が良くて軽いノリで話すというタイプで、お二人ともそんな感じではないですね。マークは結構みんなと上手に対人関係できる、構築できるタイプだと思いますし、味方を増やすのが得意なタイプですので、人間関係問題がない人ではありますけれども、だからといってとても軽いノリで広く浅くというのを望んでいるわけではありません。そしてユータなんですけれども、ユータはもう軽いノリとは逆ですね。もう重いノリと言いますか、軽くない、そして広く浅くない、限られた人と本当に深い関係を築いていきたいというタイプですので、愛想笑いなどもしないでしょうし、もうとりあえず人に合わせて八方美人でいればいいやという考えがない人ですので、自分が信頼できる人と仲良くしたいという、そういうタイプです。ですからまずこの関係はユータがマークのことをかなり信頼しているという、もうそういう前提で成り立っています。そして逆にマークの方もユータのことをかなり信頼していますね。マークは本当に堂々としていますし、どこでもいつでも堂々として、もう本当に華やかで目立つのが大好きな、自分大好き人間ですけれども、かといって寂しがり屋な面もあるんですね。一人でいるよりも誰かと一緒にいたり、甘えたり寄り添ったりしている時に安心感を覚えるような、そういう寂しがり屋な面がありますので、やはりその気持ちを分かってくれる、そういう自分のナイーブな繊細な部分を分かってくれるのがユータということになります。やはりユータは自分が人の感情に対して敏感ですし、感情というものを大切にする人ですので、マークの気持ちも分かるんですね。マークの繊細な部分というのも理解してあげることができます。ですからマークはユータといると安心感を覚えるのだと思います。そして基本的に先ほども言いましたが、ユータは愛想笑いなどはしませんので、逆にユータが笑った時というのは本当に信頼ができるんです。ユータが笑った時は本当に楽しい時ですね。ですからそういう意味で、本心なんだなと、ユータが今笑っているのは本心で笑っていて楽しいからなんだなと、そういうふうに信頼できるので、一度仲良くなると長続きする関係と言えると思います。そしてお二人とも結構プライドは高いと思うんですけれども、特にマークですね。マークは良くも悪くもプライドが高く、そこはいい点でもあるんですけれども、頑固なところもあると思います。しかしやはり人に対して素直に意見を聞く面もありますので、ユータが言ったことに対しては絶大な信頼を持っていると思います。なぜならユータは愛想笑いもしませんし、適当な愛想がいいことを言って嘘のことを言うっていう、そういう性格ではないからです。ですからユータがマークに対して言ったことは本当に本心から出た言葉でしょうし、もう本人のためを思って言った言葉でしょうし、とにかく信頼ができる言葉なんですね。ですからそういう点でマークはユータのことを信頼して成り立っている関係と言えると思います。またユータは人間関係において一度嫌いとなったらもう徹底的に嫌いですね。そして好きとなったら本当に好きです。中間というものが存在しないタイプと言えますので、もう本当にマークのことが好きとなったらもう本当に一途に好きなんですよね。それは見ていてもわかると思うんですけれども、そういうその真剣な愛情といいますか、深い愛情というのを感じると、
やはりマークとしてはとても嬉しいですね。マークは人から認められたい、褒められたいという気持ちが普通の人より強いですので、そこまで自分のことを認めてくれて好いてくれている人というのを本当にありがたいと思っていますので、ゆうたからの愛情も本当に嬉しいと思っていると思います。そしてゆうたも本当にマークのことが好きという自分の気持ちに自信を持っていますので、それを恥ずかしげもなく出しますので、そういう自分の考えはいいと思っていますし、そんな自分がやはり好きだと思うんですね。ですからお二人はとても相性がいいと思います。ただ気をつけることがあるとすると、2人ともとても頑固ですので、一度こうと決めたら譲らない面があります。ですから一度ぶつかるとなかなか仲直りをするのは難しいと思いますね。ただそのようにお互い頑固でぶつかる面があったとしても、パフォーマンスの腕を磨くという同じ目的に向かって頑張って切磋琢磨している同士ですので、そういう点でやはり共通点があるので、お互いに同じ方向を見て楽しく過ごしていくことができるんだと思います。また2人とも気が強くて勝ちたいという気持ちが強いですので、あまりにどちらが一番ですとか、どちらが勝った負けたっていうことにこだわりすぎると、仲の良さにひびが入ってしまうかもしれませんけれども、これはちょうどいいということに、2人とも同じグループになっているばかりではないですよね。NCT127 では同じグループですけれども、他のメンバーもいますし、ドリームでは違いますし、また他のグループでも2人一緒っていうことは2人だけっていうこともないですし、2人が常に同じグループで一緒にいるということもないので、やはりほどほどな距離感がある方がお二人は仲良しな状態というのを保てると思います。ですので今の状態というのはいいのではないでしょうか。あとですね、2人の相性がいい点をもう一つ挙げるとするならば、2人とも仕事のやり方が似ているというところがあると思います。お二人とも仕事をする際にはもう本当に没頭してとことんまで突き詰めて、もう一生懸命になって集中力を最大限に発揮して仕事しますので、もうそういうところがお二人とも似てますね。同じですね。ですから共通点を感じて似た者同士ということで共感を持てると、そういう傾向があると思います。そしてやはりこれはゆうたの方が注意なんですけれども、ゆうたは愛が深いだけに嫉妬心というのも深いんですね。あるんですね。そして束縛心というものもあります。ですからマークに対して嫉妬したり束縛したりということがちょっとそういう点では注意になるかもしれません。しかしそんな時もマークは結構寂しがり屋で一人でいるのが寂しい時がありますので、きっとそういう時はゆうたのそばに行くと、ゆうたは思いっきりマークを構ってあげると、そして2人とも満足すると、そんな構図なのではないでしょうか。以上となります。ありがとうございました。